皆さんこんにちは。プッティモンキーレンチのお時間です。前回は破線、テーパー、波と3つの効果を使ってアニメーションをデザインしました。今回は前回の続きでエクスプレッションという便利な機能を使ってアニメーションを追加していきます。解説するのはタイムとビグルという2つのエクスプレッションです。タイムは1秒間にどれぐらい動かすかといった制御で、ビグルは不規則に連続した動きを加えるエクスプレッションになります。今画面に出ているような動きをキーフレームを打たずに制御してみます。エクスプレッションの中では非常にシンプルな2つですが、よく使うことになるので、ぜひ習得してみてください。では早速行ってみましょう。まずは破線を適用したシェイプレイヤーを見ていきます。この円形の破線を常に回転するように設定します。コンテンツの中からパスのトリミングを開きます。オフセットという項目に対してエクスプレッションを追加します。エクスプレッションの追加方法は、ストップウォッチのアイコンをオルトを押しながらクリックです。オフセットの数値が赤色に変われば成功です。タイムラインに文字を入力できるスペースが表示されていると思いますので、こちらにエクスプレッションを記入していきます。今回使用するのはタイムです。秒間に何度回転するかを記入していきます。タイムと入力して、アスタリスク10と入力しましょう。これで OK です。再生してみましょう。破線が時計回りに動き続けていれば成功です。このエクスプレッションは1秒間にどれだけ動かすかを決めるものです。今回は1秒間に10度ずつといった感じで、ゆっくりとした動きで良かったので10としました。数値を上げるとより早く回ることになります。破線のアニメーションは完了です。では同じように波を追加したシェイプレイヤーにもエクスプレッションを入力しましょう。コンテンツの中から線を開き、波を展開しましょう。フェーズという項目のストップウォッチをオルトを押しながらクリックします。同じようにタイム、アスタリスクと打ちます。今回の数値はマイナス30とします。再生してみましょう。いい感じですね。次はウィグルというエクスプレッションを使ってみましょう。現在解説しているアニメーションの完成したものがこちらになります。このアニメーションの外側に散りばめられている円形がゆらゆらと動いていますが、この動きはウィグルを使って制御しています。では、早速ウィグルを適用する円形を追加します。楕円形ツールで正円を追加してサイズを調整してください。適当に位置を決めます。登場のアニメーションを作成しておきます。0フレームでサイズを0にして4フレーム進めて任意のサイズにします。サイズを選択した状態でエラスティックを押してバウンスアニメーションを作っておきます。これで登場の際のアニメーションは OK です。P を押して位置のプロパティを開きましょう。そのまま位置のストップウォッチをオルトを押しながらクリックしてエクスプレッションを入力できる状態にします。ビグルのエクスプレッションはこのように入力します。今回はシンプルな構成でいいので、入力する数値も2つに絞りました。1つ目に入る数値は変化する速度になります。数値が高いほど細かく動きます。2つ目に入る数値は変化量です。値が大きいほど大きく動くことになります。では、エクスプレッションを入力します。ビグル、丸括弧 0.5、コンマ60、カッコ閉じる。ゆっくりゆらゆらとした動きにしたいので、変化する速度にあたる最初の数値は 0.5 と小さい単にしました。2つ目の変化量の大きさは動きを見ながら調整してみてください。再生してみましょう。いい感じに動いていますでしょうか？では、これをコピーして適当に配置して、それぞれのサイズを調整してみましょう。
再生してみます。レイヤーによってウィグルに入力する数値を変化させてみたりしてもいいと思います。これで一通りデザインは揃えましたので、色をつけていきましょう。色は好みにもなりますが、背景に設定した色味に合うように色を置いていくといいと思います。私の場合、背景が紫なので、黄色やピンクなどが相性が良さそうです。波とテーパーで作成した特徴のある線は、グラデーションのエフェクトを適用して色を加えてみました。外側の球体はすべて同じ色にせず変えることで少し情報量を増やします。気をつける点として、今回のアニメーションでは中央にあるシェイプレイヤーが主役となるので、外側のシェイプレイヤーの色は中央に配置されている円形よりも薄めに設定しています。試行錯誤しながら楽しんで色を加えてみてください。今回はここまでです。いかがだったでしょうか？エクスプレッションは複雑そうだし、敬遠しがちな機能だと思います。私もまだまだ理解できていないのですが、今回のような簡単なものであれば、短い文なので覚えることも容易ですし、使う頻度も高いものとなるので、ぜひ習得してみてください。次回はレイヤースタイルという機能を使用して、シェイプレイヤーに質感を加えてみたり、背景をアニメーションさせて完成まで持っていきます。ではまたお会いしましょう。さようなら。